するとっていうふうな感じのがこう、まあ、向いていたんですよね。まあ、研究もうまくいっている感じです。疲れているけど、まあまあ、ちゃんとやっていきます。論文を書いたりするとかね、研究をやっててなんか生き物触ってる時間とその本読んだり調べ物したりする時間とって比べたら圧倒的に調べ物の時間の方が多くありません？なんか今はまあ、実験でデータ出す。今はとりあえず私の生き物、いい形に専念して、で、データはもう半分ぐらい取っておいて、まあ夜の方はイカの面倒はしないですから、うん、もうライトオフですから、まあ体力がある時にちょっと片付いて、まあ来学期受験が全部終わった後から、まあ資料を見て参考資料とか探して論文を書き始めるから、まあ重ねる時間がそんなに多くないな。なんか受験と読む時間は別々にします。まあ、一日にずっと何かなんか昼間仕事をして夜また何かを読むのはすごく大変ですから。良いはい、機会だと思います。これ次のフェーズに入るんですよ。研究がいいかなと思って生き物が好きで始めてやってみて、研究にしようと思ったら論文書かないといけないから、そうですね。論文書き始めた時にうわうざー、人の研究読むのうざーってなっちゃう人もいるんでね。で私もちょっと時々そうなりますから、まあすごく分かっています。でね、結局なるほど研究を目指すんだでそう研究者を目指すいろんな生き物が好きだから捕まえて終わり、写真を撮るのが好き、いろんなパターンがあって、で研究をする、研究するんだ、研究、私も生き物好きでこの道には入ったけども論文読むのうざっていう時があったりとかして、でそうのね、いろいろとねどういう順番で聞いていこうかと思ったんですけどね、この本を読むとかって耐性が強いというか、本読むのは得意な方です。私は読書家です、バリバリ読みます、どんな研究の他の人の論文もバリバリ読みますが、いや生き物好きだけど今一つこの論文嫌だとか本とか嫌だってどんな感じです？多分比較的に読書が得意の人得意な人。かな。あ、まあ一応テストとかにいい成績が取れるですから。本読むの大嫌いだったらそうはならないよね。好きとか言えないですけど、嫌いのわけでもないし、まあやれるですからやります。そうでね、なんでここの話をしてるかっていうと、まあそのアリスさんっていうふうなことをこう今までこうアリスさんですね、アリスさんですねっていうふうに呼んでて、でこの名前の由来とかってこれはいきなりいきなり独断と偏見で、ほらカタカナでアリスとかアリスですっていうふうに名乗ってもらうと、もういきなりルイス・キャロルの「不思議の国のアリス」とか「鏡の国のアリス」からなんだろうなって私は思うんですけど、はい。それはそれでいいんですか、それは？あ、アリスはただ私の英語の名前からの翻訳ですから、まあ、エリスという英語の名前はもうちっちゃい頃身についているから、もう私がこの英語の名前と私自身の中国語の名前を使う時間は同じぐらいの長さかな。おやおやと私言ってしまいましたけど、それ香港の人とかのパターンじゃないです？そうですか？いやなんか香港の人ってなんか必ず英語の名前持ってたりしません？あの人たち。そうですね。香港も。台湾の人ってそういう人がそんなに多くないように思ってて。でも私幼稚園からバイリンガルの幼稚園に通ってきましたから、まあ英語の名前は必要必要になるんで、になりますよね。先生が呼ぶときにはい、っていう、そうです。それはだから香港ってそのイギリスのその統治時代の段階でやっぱりなんかなんか自分が知ってる限りだと、その先生がどうしてもやっぱ中国語の名前って呼べないから英語の名前をつけるっていう習慣が始まって
でその後なんだろう、その自分たちでもうその方が楽だからっていうふうなことをやり始めたっていうふうなね。で、ああなるほどな。でその習慣ってでも台湾の人ってあんまりその習慣聞かん、そういう人もいるしそうじゃない人もいるから。でも多分私の時代からもう、まあ、幼稚園からじゃなくても小学校からは英語の授業をし始めるんですから、多分英語の授業多分、台北の中の小学校の英語の授業の時多分会話するために先生にちょっと何か英語の名前をない人は考えてくださいとかと言われて、ですから多分他のところはちょっとわからないんですけど、私の小学校だったらもう英語の名前持っている人がいっぱいいるんだと、はい、ほとんど英語の名前持っています。うちのラボで雇った人たちみんな台湾の人の方が多いんだけど、英語の名前持ってる人なんて一人しかいなくて、その人アメリカ国籍だったから英語の名前持ってるけど、あとみんな英語ですごいできる人もいっぱいいるけど、あとみんな普通に英語での会話も自分の中国語のローマ字のやつを使ってたりとかするんで、これはやっぱりそのインターナショナルスクールとかバイリンガルスクールに行く人はそうしてねっていう風な感じになってるのかな。でも私の小学校は普通の公立小学校で、特になんかバイリンガルとかじゃなくて、多分本当に私の時代とか私の弟の時代からもう台湾の教育はすごく英語教育は重要されてし始めたんですから、もう英語の名前を持つことはもうそんなに珍しいことじゃないんだ。そうです。そうなんだ。そこは中国語の名前で通そうっていうふうにはならないんだよね。いや別に本当にクラスの中に「私中国語の名前でお願いします先生」っていう変わった子はいました。私いなかった記憶をしていますけどでそうでこれは誰か他の人がつけた名前じゃなくてアリスと名乗ってて、ここでね、そうで私このチャンネルについていろいろ考えてたんですよ。で当初はねずっとアリスが撮り続けるんだっていうふうなことも思ってたんですけど、ちょっと現実的にそれは無理だよねっていう話になって、でいやまあでもまあなんか台北に行かれることがもう1ヶ月後に台北に戻って来学期論文ちゃんと大学で先生の前に論文を書かないと。YouTube とかやってるYouTube とかやってる場合じゃなくなるのはもうね、もうわかるもうね論文書き始めたら大変ですから。そうですね。でそうなると「はい分かりました」と、じゃあ一応インタビュー、私がいろんな人にインタビューしていくチャンネルっていうのを作ってそこに載せていこうかなっていうふうに思ったわけですよ。で、アリスさんに聞いてみたとかアリスさんに質問してみたとかねっていうふうなことを考えてたわけですよね。で、カタカナでアリスとか、英語でアリスとかって言ってればいい、こう書けばいいなと思ってたわけですよ。でもひょっとしたら台湾の人とかね、中国語の人もいるかもしれないから、これアリスっていうのを中国語表記にするべきなのかなとか一瞬思ったんですけど、それいやもうこのチャンネルでもちょっといろいろ分かんないから教えてよ案件っていうのもこれねあったんですけど、これね私一応ね今回のために今回サクッとあれするために一応ね、これ不思議のアリスとか鏡の国のアリスとか、これちょっとアリスさんしろ今日第一発で、もうねこのいろいろあと並んでますけど漢字が難しすぎてこんなんさ読めないよこれ。だって読めないんです。読めないっていうか、いやなんか仏教の経典のようなさ、お経のような謎漢字が並んでるわけでしょ。例えばそうか文学大好きですっていうタイプじゃないけど、一応この鏡の国不思議の国のアリスとか鏡の国のアリスとか、あとこういう感じの子供だったらみんな知ってるよ系文学だったら「オズの魔法使い」とかね、ピーター・パンとか
はいこういうのはまあ大体ご存知ですよね。でもこのそうです一発目のこの不思議な国のアリスってこれなんて読むの、この中国語だったらこれ。中国語の方は「愛丽丝夢遊仙境」ですね。これね。最初の3つの文字はアリスの中国語音訳で、夢遊仙境は多分英語からの Adventures in Wonderland のなんか意味から翻訳したものですから、夢遊はちょっと Daydreaming みたいな感じでね、そで、う。多分まあ英語のタイトルからと内容からの翻訳ですから、まあ、日本語訳と全然違うことになりますよね。でね、これね、まあ全部のやつについて触れていってもまあいいんだけども、これ大変なんだけども、このね、英